Good afternoon, everybody. 皆さん、こんにちは。これからこの Write your barrier for great good, automatic checking and insertion of write barriers in Ruby C extensions で、大越君と一緒に発表します。これは大体の流れです。で、この題名は、プログラムのところは短くなって残念ながら、なんかRuby 会議の発表提案投稿サイトは文字制限がかかったんですけど、長いタイトルの方が正しいっていうか面白いっていうか、はい。で、発表者は主に大越君ですね。彼は青山学院大学のところで今修士1年生で、この今日説明するものは卒業研究としてやったんですね。あと趣味も釣りとか旅行とかそういうことあります。で、私はそこの先生なんですけど、これどうでもいいんですね。で、うちの研究室は過去にいろいろRuby に貢献した主に文字コード関係のところなんですけど、ちょっと最近僕学科主任になっちゃってあんまり手が回らないのは非常に残念ですね。コード書くの方が楽しいんです。じゃあここからは大越君に渡します。どうぞ。はじめまして、大越洋です。それではちょっと続けさせていただきます。まず最初にメインのキーワードとしてガベージコレクションとライトバリアってあるんですけど、ガベージコレクション、基本的にはそのゴミ集めなんですけど、というよりはメモリをリサイクルする大きな仕組みのと考えてもらっていいと思います。もう一つはライトバリアで、これは何かを書くものを禁止するものではなくて、書くときに、追加の動作をするというものです。この発表の概要についてなんですけど、この WB チェックというツールを開発しています。これは C 拡張コードに静的解析を行って、ライトバリアが必要な箇所のチェックやライトバリアの挿入を行うツールです。まだまだ実験的なツールではあるんですけど、一応コードを公開しています。このツールを何の役に立たせたいのかというモチベーションのところなんですけど、ちょっとまだ詳しいところは後で話すんですけど、T データオブジェクトを C 拡張で用いるのはすごい便利なんですけど、ライトバリアというものを用いずにこれを使うとオーバーヘッドが起こる可能性があります。でも C 拡張にライトバリアを挿入するのは複雑で難しいし、エラーの原因になることもあるので、ライトバリアの挿入をツールによって自動化できないというのがモチベーションになります。次は、Ruby における動的メモリ管理についてお話しします。ヒープのうち Ruby オブジェクトが管理される領域では、まず複数のヒープページがあり、そのページの中に複数のスロットが用意されています。測値などを除いたほとんどのオブジェクトは C 言語上の R バリュー型としてスロットで管理されます。メモリを割り当てていると次第にいっぱいになってしまうので、いらないオブジェクトが入っているスロットを回収する必要があります。これを行うのがガベージコレクションです。ガベージコレクションの基本的なアイデアは、オブジェクトの参照をたどることで、どこからも参照されていないオブジェクトを探すことです。このようにルートとなるところからオブジェクトの参照をたどっていけるオブジェクトすべてにマークをつけることで、マークがついていない不要なオブジェクトを割り出すことができます。そしてこのオブジェクトのスロットを回収することでスロットを再利用可能にします。Ruby の GC における効率化の仕組みの一つに世代別 GC があります。Ruby では新しいオブジェクトはヤング世代にまず割り当てられ、3回の GC を生き残ったオブジェクトはオールド世代に昇格されます。メジャー GC とマイナー GC の2種類があり、メジャー GC ではすべてのオブジェクトを対象に参照をたどって不要なオブジェクトを探索します。一方で
マイナー GC ではヤング世代のオブジェクトのみの参照をたどり、オールド世代のオブジェクトが持つ参照はたどりません。大半のオブジェクトは割り当てられてからすぐ不要になり、長く使われ続けるオブジェクトは少ないという経験則から、マイナー GC の方を優先的に行うことで効率的に GC が行われます。しかしマイナー GC ではオールド世代からの参照をたどらないため、オブジェクト E のようにオールド世代のみから参照されるオブジェクトはマークされず、誤って不要なオブジェクトとみなされてしまう可能性があります。これを防ぐための仕組みがライトバリアです。ライトバリアによってオールド世代のオブジェクトからヤング世代のオブジェクトへの参照が発生するときに、その参照を記録することでマイナー GC から見えない参照をカバーします。オブジェクトが新しいオブジェクトへの参照を持つ際にライトバリアを呼び出して、オールド世代からヤング世代の参照だった場合やインクリメンタルマーキングの実行中など必要な場合はリメンバードセットにこの参照を追加しておきます。そしてそのあるオブジェクトが他のオブジェクトへの参照を持つという典型的な例は配列です。アレイオブジェクトは要素となるオブジェクトへの参照を持っています。そしてこのコードはアレイクラスのショベレン残子の実装の一部です。ショベレン残子では引数の配列アレイの末尾に新しい要素アイテムを追加します。処理を見ると、まずアレイインシュアルームフォープッシュ関数を呼び出して配列末尾のスペースをターゲットアレイで受け取ります。そしてこの RB オブジェライトマクロというのを用いてターゲットアレイへのアイテムの代入と、また同時にこの新しく発生する参照を GC に通知するということを行っています。ライトバリアの必要性について話しましたが、実は Ruby ではライトバリアによって守られていないオブジェクトが存在することも許容されています。オブジェクトがプロテクテッドかアンプロテクテッドかはヒープページごとのビットマップによって管理されていて、 GC はヒープページ内のどのスロットにあるオブジェクトがアンプロテクテッドオブジェクトかを知ることができます。アンプロテクテッドオブジェクトに対応するために世代別 GC ではアンプロテクテッドオブジェクトを常にヤング世代にし、オールド世代には昇格させないようにしています。これによってアンプロテクテッドオブジェクトが持つ参照がマイナー GC から見えないオールドからヤングへの参照になることはないため、ライトバリアがなくても問題が起こりません。インクリメンタルマーキングでもライトバリアが用いられています。これは GC 処理のうちゴミオブジェクトを探すためのマーキングフェーズをプログラムの実行と交互に行うことで GC による1回の停止時間というのを短くしようとするものです。このインクリメンタルマーキングではマーキングフェーズの間に参照の変更が起こる可能性があります。これをライトバリアを使って、キャッチします。しかしアンプロテクテッドオブジェクトは参照に変更があってもライトバリアがないため知ることができないので、最後に全てのアンプロテクテッドオブジェクトをルートとして参照をたどり直すという処理が必要です。この処理はアンプロテクテッドオブジェクトの数やたどるべき参照の数によって重くなる可能性があります。今説明したような処理はアンプロテクテッドオブジェクトのみに行われ、プロテクテッドオブジェクトはライトバリアによって完全に守られていることが期待され、そのように扱われます。なので本来必要な箇所にライトバリアが挿入されていない、挿入漏れがあった場合は生きているオブジェクトが誤って回収されてしまうなどの深刻な問題が起こり得ます。そのためオブジェクトをプロテクテッドにするためには漏れのない完全なライトバリアの挿入というものが求められます。次は C 拡張についてお話しします。Ruby には C 言語拡張という仕組みがあります。これはとても簡単な C 拡張の例なんですけど、RB define モジュールっていうのを呼び出して、greeting というモジュールを定義して、またそのモジュールの中に RB define メソッドを使って hello メソッドを定義していて、その実装の中では C 言語の文字列 hello from C を RB ストリング new2 を使ってストリングオブジェクトに変換しています。そしてこれらを Ruby から呼び出すことができます。このように C 拡張では処理を Ruby で書く代わりに C 言語で記述したり、あるいは C 言語からRuby を操作することができ、Ruby は C 拡張から MRI とやり取りするための C API を提供しています。
また Ruby オブジェクトは C レベルではバリュー型として扱われます。この例では C レベルのデータを Ruby オブジェクトに変換しています。このようにバリュー型を通じて C レベルのデータを Ruby オブジェクトに変換したり、Ruby オブジェクトを C データとして扱うことができます。このバリュー型の実態は実際のオブジェクトデータである R バリュー型データへの参照やnil や true、false、小さい整数、シンボルなどの即値と呼ばれるデータそのものの2種類があります。また Ruby データにはそれぞれのタイプというのがあり、タイプマクロにバリューデータを渡すことで、そのデータが保持しているオブジェクトがどのようなデータタイプかを知ることができます。C 拡張では Ruby オブジェクトへの操作は基本的に CAPI を通じて行われ、また必要であれば CAPI の中でライトバリアが挿入されます。そのため処理系のコアのコードと比較して C 拡張でライトバリアが必要になるケースは限られています。その限られたケースの多くは C 拡張の中でタイプドデータ、T データとして扱われるオブジェクトを用いる場合です。この T データというのは C データをラップして Ruby オブジェクトとして扱いたい場合に用いられます。この例では、構造体サムストラクトをタイプドデータメイクストラクトマクロを用いて Ruby オブジェクトとしてラップとアロケートの両方を行ってそのオブジェクトへの参照を取得しています。またオブジェクトによってラップされている C 構造体へのポイントを得るためにはタイプドデータ get ストラクトを用いることで、できます。これを、バリュー型変数のオブジェで受け取ることで、この変数を通じて T データオブジェクトを扱え、また、このポインターサムストラクトのポインターでも構造体へのポインターを受け取っていてアクセスすることができます。またこれらのマクロの引数にあるデータタイプというのはこのオブジェクトについてのさまざまな定義を保持しています。このデータタイプは RB データタイプ T 型の定数構造体でオブジェクトのさまざまな定義を持ちます。T データをプロテクテッドにするためにはこの定数構造体内でRuby タイプの WB プロテクテッドフラグをセットする必要があります。このフラグをセットすればこのオブジェクトをプロテクテッドにすることができますが、その代わりにライトバリアが必要な操作を行う箇所では必ずライトバリアを呼び出す必要があります。T データオブジェクトを用いる場合でもライトバリアの挿入を検討する場合は限られていて、まずオブジェクトがラップする C 構造体がバリュー型のフィールドを持たない場合はそのオブジェクトが他のオブジェクトへの参照を持たないということなのでライトバリアは必要ありません。そしてバリュー型フィールドを持つ場合でもライトバリアを挿入してオブジェクトをプロテクテッドにすることにメリットが大きいのは3つのケースです。まず1つはオブジェクトが長生きする可能性があるときです。そしてオブジェクトが大量に生成される可能性があるときとオブジェクトが他のオブジェクトへの参照を多く持つ可能性があるときは特にインクリメンタルマーキングにおけるアンプロテクテッドオブジェクトのための処理など負荷がかかり、長い停止につながる可能性があります。このような場合以外ではアンプロテクテッドオブジェクトによるコストよりもライトバリアを呼び出すことにかかるコストの方が高くなる可能性もあります。C 拡張でライトバリアを呼び出すためにも使われるマクロは主にこの2つです。RB オブジェリットンを呼び出すことで単にライトバリアを呼び出せます。この時オールドは参照元ヤングは参照先として指定します。もう一つの RB オブジェライトは、ライトバリアの宣言だけではなく参照の書き込みも同時に行います。単にヤングをスロットに代入しているだけで中では RB オブジェリットンが呼び出されているのでこの2つに大きな違いはありません。そしてちょっと長々と説明したんですけど次は私が開発している WB チェックについて説明します。WB チェックでは C 拡張コードに静的解析を行うことでライトバリアが必要な箇所を探し出してまたライトバリアを挿入します。解析のためにツリーシッターというオープンソースのツールを用いています。ツリーシッターは構文解析生成や構文解析のためのライブラリで私たちのツールではツリーシッター用に公開されている C99 の文法から構文解析の生成と
構文儀の生成、そして構文儀の解析のためにこのライブラリを用いています。アプローチの概要はこのようになります。まず、前処理として C 拡張コード内のマクロやディレクティブを GCC の E オプションというのを用いて展開します。そして展開されたコードをツリーシッターを用いて構文儀に変換します。最後に生成された構文儀を解析し、ライトバリア挿入箇所の発見やそのための情報収集を行います。C 拡張コードの中にあるマクロやディレクティブはそのままだと静的解析に大きな妨げがあるので、これを GCC の E オプションを用いて展開します。if、ifdef、define などディレクティブによるマクロが残ったまま解析しようとすると、必要な解析手順が複雑になるだけでなく、未決定要素が残って不完全な解析になってしまう可能性があります。また、インクルードディレクティブの展開によってヘッダファイルを目的の C コード、C 拡張コード内に組み込むことで、単一ソースコードの解析でも必要な定義についての情報を得ることができます。ツリーシッターと CQ 軸文法から生成された構文解析器を用いて、前処理済みの C 拡張コードを構文儀に変換します。生成される構文儀は、無償構文儀でそれぞれのノードが必ずコードと対応しているだけでなく、さまざまな周辺情報を含んでいます。ツリーシッターの API をバインディングしている Ruby ツリーシッターというのを用いて、この構文儀に容易にアクセスや探索を行うことができます。ツリーシッターによって生成される構文儀の簡単な例としてはこのようになります。それぞれのノードはタイプ名を持って、また特定のコノード、例えばこのディクラレーションノードからプリミティブタイプノードとイニットディクラレータータイプノードなどにおけるタイプディクラレーターなど、親ノードから一般的に用いる構造によってここにアクセスするためのフィールド名がついている場合もあります。次に構文儀の解析方針です。構文儀は2度に分けて探索し、1回目の探索ではグローバル変数宣言、構造体や許容体の定義、関数シグネチャーの取得をメインに行います。これらは浅い探索だけでも十分に情報を集められます。2回目では構文儀をもっと深く探索します。1回目の探索で得た情報と探索途中に取得するローカル変数の情報などを用いて T データオブジェクトの持つ C 構造体ポインタやライトバリアが必要になる操作が行われている箇所を検出します。この図は構文儀の中から解析で重要なノードを抜き出したものです。1回目の探索では関数のボディ以外を探索し、構造体定義や関数シグネチャーなど表面的な情報を集めます。またこの関数シグネチャーと一緒に関数定義ノードもそのものも記憶しておきます。これは関数のボディブロック内で関数呼び出しが行われたときに、この呼び出された関数をさらに解析することが必要な場合があるからです。2回目の探索では関数のボディの中だけ探索します。ではこの構文儀の中からライトバリアが必要な箇所をどのように探せるでしょうか。T データオブジェクトについてライトバリアが必要な操作は、オブジェクトに新しく他のオブジェクトへの参照が書き込まれるときです。具体的には T データオブジェクトが持つ構造体内のバリューフィールドが更新されるときです。まず T データオブジェクトが持つ構造体へのポインタはタイプドデータ getStruct マクロを用いて取得できます。プリプロセス後はマクロが展開され、SVAL への RB チェックタイプドデータによる代入に置き換えられるので、これが目印になります。次にバリュー型フィールドが変更される操作についてですが、これは代入や関数呼び出しの引数に構造体ポインタやそのフィールドへのポインターが渡されることによって起こる可能性があるので、解析の中でこれらを探索します。次にこのツールの実装についてです。変数や構造体や共用体のそれぞれのフィールドなどはこの C バークラスのインスタンスとして管理します。この C バークラスってなんか変な名前だなと思われる方もいるかもしれないんですけど、ちょっとこれしか思いつかなかったので、もっといい名前があったらこっそり教えてください。
またこれらのインスタンスは変数の名をキーとするハッシュマップとしてまとめて管理しています。ローカル変数はブロックごとにハッシュで管理します。スコープによるハッシュの扱いに必要な条件はこの4つです。ただ皆さんよく理解されていると思いますので、ここの説明は省きます。この条件を守るためにどのような実装をしているかですけど、まずは探索中に新しいブロックに遭遇した場合は、現在いるブロックの変数ハッシュを渡します。その関数内では、受け取った一つ外側のブロック変数マップに浅いコピーを行います。これによって、同盟変数が宣言された場合、ブロック内のハッシュは上書きされますが、ブロックが終わるときにはハッシュが破棄されることによって、外側ブロックのハッシュのリストを変えず、また内側で行われた変更を、変数に対する変更を外側にも持ち込むことができます。T データオブジェクトが持つ C 構造体ポインターを追うために RB チェックタイプドデータの呼び出しを検知します。これはプリプロセス済みのコードでは右辺に関数呼び出しを持つ代入式としてこのように現れます。具体的な実装としては、解析途中で代入式を見つけた場合に右辺に文字列 RB チェックタイプドデータが含まれるかをチェックしてあれば構造体ポインターが取得されているとみなし、左辺にある変数をマークしておきます。現時点ではツールは代入による参照変更と、あとはメムコピーによる参照変更のみを追います。しかし、関数呼び出しの引数としてマークされたポインターが渡される場合、呼び出された関数内で代入による参照変更が起こる場合があります。なので、このような関数の中をさらに探索して、そのような代入がないかを探します。これは関数のボディがコード内に定義されていない関数やマクロが呼び出される、または最適な関数呼び出しが発生して無限ループに陥った場合に終了させるようにしています。関数呼び出しの中までチェックするときはコンテクストを用います。コンテクストにはマークされたポインターが渡される引数のインデックスのリストと探索中の関数が持つ引数のリスト、そしてライトバリアが必要な変更が関数内で加えられた引数のインデックスのリストを持ち、解析のために用いられます。また関数呼び出しの解析中にさらに関数呼び出しの解析を行うことがあります。これに対応するためにコンテクストはスタックとして管理し、呼び出しが入れ子になっても正しいコンテクストを使って解析を行えるようにしています。通常の関数の解析の関数を再利用していますが、コンテクストの情報を使って引数にライトバリアが必要な操作が行われた場合は、ライトバリアリストに追加する代わりに、どの順番目の引数が変更されたかを記録しています。代入の左辺はアイデンティファイアノードという変数の識別子を持っているノードにたどり着くまで深さ優先で再帰的に探索され、戻り値として内部ノードの解析の結果を返します。再帰呼び出しから戻ってくるたびに呼び出し先の解析結果を用いてさらに解析を進めます。現時点では左辺にこの5種類のノードがある場合だけに対応していて、それ以外のノードは特に解析しないようにしています。ライトバリアが必要な操作かどうかをチェックするためにフィールドアクセスを解析します。A から B へのフィールドアクセスというのを例にして説明します。まず必要な条件は2つで、1つ目は A の解析結果がタイプドデータであることです。これは A が T データオブジェクトが保持する C 構造体のポインターであることを示しています。2つ目は C 構造体の2つ目はオペレーターがアロー演算子またはドット演算子かつ A がデリファレンスを含む場合です。この2つの条件を満たすとき、さらに B が構造体である場合はその構造体がバリュー型フィールドを含むかどうかをチェックしています。含む場合はそのフィールドごと更新されることになるのでライトバリアが必要です。B が構造体でないときは B がバリュー型フィールドかどうかをチェックします。当てはまる場合は参照変更に当たるためライトバリアが必要です。
この条件でライトバリアが必要な操作が行われる箇所を発見できます。代入だけで外部関数の呼び出しに、代入だけでなく外部関数の呼び出しによって参照変更が起こる場合もあります。CAPI など単に外部で処理が定義されていて参照変更が見えないだけでなく、例えばメムコピー、ストラクトコピー、メムセットなどの C の標準ライブラリ関数などもあります。ただ今はメムコピーの呼び出しにだけしか対応できていません。チェックだけでなく、ライトバリアを挿入したい場合は、変更されたフィールドごとに RB_return 関数を呼び出します。ヤングには更新されたフィールド、オールドには構造体の親オブジェクトを指定することで適切にライトバリアを呼び出せます。オールド V、ファイルネーム、ラインなどの引数は内部で特に使用されていないため、適当な値を指定しておきます。また、親オブジェクトは RB チェックタイプドデータ関数呼び出しの第一引数として渡されているので、この時変数をマークするのと一緒に紐付けて記憶しておきます。ここでちょっと実際にツールがどんな感じの出力をするかっていうのをお見せします。今、インプットは一応デートライブラリの datecore.c というのをプリプロセスしたものを入力にしています。このツールが、出力を見ると、このツールが検出した参照変更は10箇所になっています。一つ、例えば一番上だと10075行で検出したと書いてあります。10075行を見ると、このように代入による参照変更が行われて、でまた下の2行を見ると、実際にこのコードにはライトバリアが挿入されているということが分かります。今度は一番下の12233行を見てみると、ここも同じような代入による参照変更が行われているんですけども、ここにはライトバリアは挿入されていません。これはこのコードに足りていないのではなくて、この部分の代入は実はライトバリアを省くことができるケースということです。これについては今からもうちょっと詳しく説明します。ツールのテストとして、デートライブラリ、JSON ライブラリ、ストリング IO ライブラリの3つのライブラリから4つのソースコードを用いました。リコールの列はツールによって検出されるべきライトバリアが必要な参照変更をコードの中からどれくらい検出できたかを示しています。結果としては、ストリング IO.c にある1箇所を除いて全て検出できています。この unnecessarily checked というのが先ほど説明したライトバリアを省ける場所なんですけども、これはツールが、そうです。これは全く関係のない場所から検出されているわけではなく、例えば初期化の中で参照が書き込まれるオブジェクトがまたアロケートされたばかりで若かったり、あるいは若いことが期待されている場合などでライトバリアが省かれている箇所です。このツールはまだまだ改善を行う予定があります。一つはプリプロセスの自動化です。二つ目は今構造体ポインターを受け取るのは変数だけで、配列や構造体のフィールドとして構造体ポインターを受け取る場合にはマークするなど対応できていないので、これに対応することです。3つ目はメムコピーだけではなくストラコピーなどコード内には定義されていないがマクロや関数そのものがデータ更新を行うものに対応することです。4つ目は先ほど説明した不必要なチェック挿入を減らすことです。またそうです。このようにまだまだ改善を行う予定があるので、この資料の誤りの指摘ですとかツールにおけるアプローチに対するフィードバックなどをいただけると自分にとってすごくありがたいです。ではツールの改善を続けることで 100% の精度を達成できるかというとそうではなくて、このライスの定理というのがありまして、これによると任意の自明でないプログラムの性質というのは決定不可能です。
これは静的解析によってプログラムのある性質を完璧に探し出すのは不可能であることがあり得るということを示しています。まとめとしまして、今のところ解析の中で私たちが達成できたのは、C 拡張コードの中から代入や関数呼び出しなどによるライトバリアの必要な参照変更の検知、特に関数呼び出しの絡まないケースの代入については、ライトバリアのためのコードを生成することもできます。以上で私の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。